この番組は誠意と技術で世界に奉仕するシャープの提供でお送りします。 New Business Now。 金田一先生事件です。いや、本当に大事件なんですよ。漢字の入った文章が簡単にできるんです。こんなに綺麗に。小さくなって素早く。機械に乗りにくいという日本語の定評は見事に覆されました。これは日本のビジネスにとって大変明るい事件です。シャープ日本語ワードプロセッサー。こんにちは。日曜日はパソコンサンデー。もうすっかりパソコンレディーな萩尾みどりです。こんにちは。パソコンいじって 0.5 年、今では辛抱すること、耐えることを覚えました。我慢の人、小倉智明です。今やその我慢がもう毎日の楽しみになってるそうですね。そうなんです。エラーは僕の生活の活力源です。バカなこと言います。パソコンの本当の楽しみ方を知っていらっしゃるのはこの方です。ドクターパソコンこと宮永先生です。どうぞ。こんにちは、宮永です。今までさまざまなベーシック言語を学んできたわけですが、今日はこれの復習と参りたいと思います。そうですね。いよいよこの番組もね、はい、今日で最終回。来週からは新しくプログラミングの実際を学びたいと思います。大きな再スタートのためには過去を振り返る。何か僕なんかエラーばっかり繰り返してたような気もしますがね。そうですね。でもエラーは上達の早道なんです。そこで今日はエラーからもう一度ベーシック言語を見直してみまして、名付けて懐かしのエラー特集を。懐かしのエラー特集。小倉さんのワンマンショーですね。そうなんですよ。もう本当に照れちゃいますね。みどりさんまで僕を持ち上げないでください。ちょっと自意識過剰ですけどね。まずそれじゃあ最初のエラーを見てみましょうか。みどりさんの年28。CR と。CR。じゃーん出ます。あれ？出ない。非常に残念でした。どういうことですかこれ？出ない。エラーって書いてありますよ。エラー1 in 30というのはですね、プログラムにどっか誤りがあってね、どうも実行できない。違いますよ先生。プリントの I がね1になってるんじゃないかしら。1になってる。こう斜めにこういう風になってるから。これは紛らわしい。プリントになったんです。ありましたね。こういう単純なミスがね。これ確かみどりさんの間違いだったような気がしますけど。違いますよ。プリントの I を1と間違えちゃったんですね。ありましたね。こういうエラーはね、実はよくありましてね、ここにちょっとありますけれども、I を今1に間違えたケース、その他に、O と0、それからコロンとセミコロン、ピリオドとコンマですね。こんなものは我々人間の方から見ますとね、もう非常に近いもんでなんとか辛抱してくれれば良さそうなもんなんですけども、パソコンはこういうちょっとした違いも忠実にエラーとしてまいります。本当パソコンで律儀な方なんですよね。さて次のエラーは、はい、あら美しい痩せすぎ太りすぎてドクターこれは全部出す時はどれか当たる、あんなことないですよね。これはね、やっぱりプログラムがどっかおかしいんです。ちょっと待ってくださいよ。これはね、これ60、70、80プリントでしょ。99でおしまいでしょ。ドクターこれ何にも命令与えないでプリントでだけで3つ続けちゃったらこの後何かくっつけないと意味がないってことですか？そう、行った先がどうなるのかね、ちょっと不注意でしたね。よくやりましたね。if文を使う時は必ず飛び先の行番号を確かめることですね。そしてその行った先で何が起きるか、その辺をよく調べておくことが大事かと思います。そうでした。if thenの場合は後の番号をよーく確かめることです。実感です、これは。そうです。さて次のエラーは聞きなるかな。それでね、こういうふうにそれでこうラモスですね、好きな名前。最近ね、私にもやらせてくれる？好きになります。エラーが出た？
ほら見なさい。デデータ文のデータが文字の場合はプリント文とかリード文もそれに合わせた文字型変数のドルマークをつけなきゃいけないんです。やっぱりリード文とデータ文の変数とデータの数というのは必ず同じでなくちゃいけないっていうのがありましたね。そうでした。こういう具合にちょっとサンプルが出してありますけれども、リード文でデータを読むっていう場合に、こういう123っていうのは数字ばっかりだったらいいですけれども、もしここにアルファベットとかかな文字なんかがやってきた場合には必ずドルで受けた、文字型変数で読み込むと、はい、それが一つ。それからもう一つは、このデータの個数ですね。これを合わしとかなくちゃいけないと。これもちょっとサンプルで示しましたけれども、これはここにあるデータ分の2っていうのはこれデータではなくってデータの数を示しているんですね。それを一番最初に読ましておいて、そしてフォーループで使う時にその数まで繰り返す。この場合は一番シンプルな例ですから2個っていうふうに。これデータ分修正する場合にこれ例えばもう一つ増やすっていう場合これ3とすればいいんですね。はい、でこれとこれが対応しておるとこういう具合に、一つのこれテクニックでしょうかね、こういうようなことをすれば、基本的な、テクニックこういうものを覚えればエラーは少なくなると。はい、エラーへの傾向と対策でしたね。さて次のエラーは治ったな。 Z 出た。小文字だ。小文字でしたね。お見事。 J の小文字。うわああ不思議な怪奇現象が起きた。なんでしょう今の。もう一回リスト取ってみましょう。エラーのやりすぎ。エラ怪奇。本当に怪奇現象だと思いましたけど歴史に残るエラーだったですが、これは単純な間違いだったですね。 GoTo の行き先間違い。そうでした。if 文に飛んでっちゃうんですよね。はい、if 文を満足しないから次の行の、プリントエラーを表示しましてぐるぐる回りを演じてしまうと、ASCII コードを表しますこの ASC とかね、それから、乱数を表す RND とか、それから整数化するという、INT とか、こういういろいろややこしいものもありましたけども、こういう難しいものは意外にエラーを起こさないで、単純なエラーを起こしてしまうということが多いんですね。はい、INT イントのカッコの片っぽだけ忘れちゃったりして、みどりさんがよくやりましたよ。私？そうでしたっけね。でも簡単なところほど気が抜けちゃうんでしょうかね。そうですね。さて次のエラーは小倉25。ほらできましたよちゃんと。でもエラーが出てる。40。ちょっと待って、さっきのさっきの消してなかったですよね。失礼いたしました。これも単純なミスでしたね。前のプログラムを消し忘れて新しいプログラムを作っちゃったもんだからエラーになっちゃったんですけどね。そうですね。やっぱり新しくプログラムを打つときは必ずニューにしとかなきゃいけないですね。はい、そうですね。これは短いプログラムだったからまだよかったんですけれども、長いプログラムの場合大変なことになりますからね、必ず忘れずにニューをするということですね。それから、ここのストリングダラーのこれは棒グラフをビュってやるやつですけれども、ここにこういうものを入れるときは必ずこれをこういうのをつけて文字列にする。これもありましたね。ダブルコーテーション忘れずにね。はい。さて次のエラーはそれも D と入れとけばいいし、なってもいいですし。以上。それで70行 CHR。はい、入れて。こういう単純なのは僕にやらせるわけですね。はい。380円。380円。388円。18円。はい。389円。465円。はい。470円。20日ですよ。さあどうだ。せっかく打ったのにエラーが出ましたよ。知らない。 D かける15、500マイナス K カッコ D、カンマD プラス1かける。それはね、いやもっと単純な理由でしてね、ただ変数が書いてあるだけで肝心のこれがね。失礼しました。線を描くためのラインっていう文章を忘れちゃったんですよ。縦軸横軸を決める式だけ頭の中にあって、簡単な命令のラインを忘れてたんですよ、小倉さん。そうですね。式がややこしいんでついそっちの方に頭を取られて、ラインっていうセリフを忘れちゃったと。間違いっていうのは大体こういう単純なことが多いんですけどね、
大体気をつけていけばすぐ分かることなんですが、分かりにくいのは、エラー表示が出ない、いわゆるプログラムのバグっていうのなんですね。はい、別名虫と呼んでいるバグですね。虫。ね、計算外のデータとかね、それからまあちょっと想像できないような事態が起こった時に間違った答えが出てしまうと、それを防ぐ方法っていうのはあるんですか？そうですね、テストデータなんて言いますけどね、いろんなデータを入れてみること、それからあとはもういろんな事態を想像してね、プログラムを作る時に、気をつけながらやるっていうことでしょうね。その時に必要なのが、僕のように文化系の想像力っていうことです。そういうことなんですけどね。それじゃあ早速その文化系の優秀な頭脳を拝見しましょうと。先週の宿題、クロス集計の、プログラムにデータファイル機能を付け加えると、これは宿題だったんですけども、そのプログラムを早速見せていただきましょう。見ていただきましょう。言うんでなかったな、ドクターも厳しいからな。ちょっと体勢を立て直したいでしょ。ちょっとお時間拝借したいと思いますけどね。お知らせ明日。New Business Now。世界でも例のない複雑な言葉、日本語。1500年の昔より日本文化は言葉との格闘であった。本当に日本語は難しいですね。しかしこの難しい言葉で話したり書いたり、そういう中で日本人のきめの細かい考え方や仕事の仕方が育ったんでしょうね。シャープは独自のエレクトロニクスで日本語の良さを生かし、その難しさに挑戦しています。美しい日本語の文書が立ちどころに作れる日本語ワードプロセッサをはじめ、シャープのビジネス機器は日本のビジネスを見つめたきめ細かなオフィスオートメーションを実現しています。どうぞ。ドクター、実はですね、作ったんですが、ランをしないというか、テープが読み込んだテープが全然止まらなくなっちゃったりですね、えらい騒ぎになりました。エラーの山ですか？エラーの山です。それじゃあ見せていただく前にですね、ちょっとプログラムの流れ図をもう一遍考えてみようと思います。それを聞いとけばよかったんですね。一番最初いろいろ準備をいたしまして、変数をクリアしたり、いろいろ書いてありますけれども、ここでリードなんとかやってるのは、これはデータの数をまず読み込みましてね、ここで MN ですね。そしてその数だけの配列を用意していると。でこのリード分も、これは店名、地域名とか、それから商品名とか、そういうものを準備して用意していきまして、ここからあと40、50、60、70あたりが70、80、90ですか、要するに外部キーボードからデータを入力する部分ですね。このあたりですね。それ入力が終わりますと、この100番から160番まで、ここまでで、これも詳しいところは復習になりますから言いませんけれども、クロス集計の計算をやりまして、それが終われば画面の表示をしましてということでいくんですけれども、で修正がありますかっていうことを聞きましてね、修正があればイエスとか、イエスは1だ、ノーは2だっていうようなことで入れさしまして、で修正があれば修正するし、なければ全エンドのところへ飛んじゃうと、こういうプログラムだったんですな。でこの場合、この枠線を書いたり、それからこれはこんな模様で表示しましたけども、これはサブルーチンで取ってあります。ここから下は全部サブルーチンの部分ですね。でこういうことで前のプログラムおしまいだったんですが、さてデータテープを作る場合、データファイルをテープ上に作る場合には、完全なものができてからそれを書き込まればなりませんから、修正が終わった後でしょうね。流れ図を追加すればこういうことなんでしょうね。だって完成してないものをテープに書いたってしょうがないですからね。修正するか、もう修正は完全に終わりましたと、これでよろしいというやつを一応、データファイルにしよう。その場合には当然、こういう、リードオープンが初めにいたしますこのライトオープン、そうですね、ライトオープンです、失礼。こういうものを用意いたしまして、でこれも念のために加えておきますとね、これは代表的にこういうもんで書きましたけども、実際は、ライトオープン T とかプリント T とかクローズ T とかいう命令を使いまして、
データを書き込んでいくわけですな。これはこの中で使われる命令という意味なんですけれども、それで書き込みが終われば当然これをエンドでもって終わりと、この方がいいですね。終わればエンドになっちゃう。で一旦そうやってデータファイルが作られる。データファイルが作られたから後のことですけども、でまた別の日にこいつを読んでやろうかっていう場合、今度は準備段階が終わりましてから、どうせクエスチョンで外部からテープを読むかどうかあっちゃうなことを聞くんでしょうね、まず。最初に。外部からテープ読むばっかりとは限りませんでね、テープがない場合にはデータ入力を従来通り手で入れる場合もあるでしょうから、一応この前に、テープからデータを読みますか、そういうテープがすでにありますかということを聞きまして、イエスであれば今度はリードですな。もしそうなればこれやろうと、これには、これも念のためにこちらと同じように、初めてですからこう付け加えますと、リードオープンがあって、今度はプリントじゃなくてインプット T があって、でクローズ T と、こういうものでもってテープを一応読むと。でここで間違ってはいけないのは、この場合はもうこれ済んだらぐるっと帰ってきてエンドでいいんですけども、こっちの場合ね、このままそれじゃあ読むかイエスだ、それじゃあ読んだ帰ってきたでは具合悪いんですね。なぜかっていうと、データ売上金額のようなものをこれから読んで終わりまして、またここに来るとデータ入力だと、外側から入れなさいじゃなんかダブルになってしまいますので、この場合は終わったらここへ帰ってこなくちゃならないわけですな。こういう場合に。見えてきた。ってことはドクター、この前習ったサブルーチンはここで使っちゃダメなんですね。これはサブルーチンではまずい。やってしまった。サブルーチンだったら行って元へ帰ってきますから、ここに戻っちゃうんですね、リターンで。でこの場合ね、こちらもサブルーチンである必要ないんですよ。っていうのはサブルーチンっていうのは行ったり帰ったりことの時に使うんですけれども、この場合データを読むんだったらデータを読んでもうそれでしまいですからね、GoTo で行って、このクロス中継を行う前の点、ここですとここですね、100番以下なんですが、ここへ帰ってくれるわけです。もう素通りしてこなくちゃいけない。この流れ図をこういうプログラムに追加していけばいいわけなんですけれども、なるほど。そうなってませんがね、ちょっとリスト一遍見せてくれますか。その聞いた後でこのリストを見せるとお見せするほどのもんじゃないんですがね、30いくつとかな、35から40ぐらいで、これですよ、これ5サブ4線。なるほど。これがやっぱり4線のところはなるほどリードするやつですね。そうなんですね。それで5サブではまずいんですね。元へ帰ってきます。そうするとまたデータ入力になっちゃうわけでしょう。そうですね。それじゃこれを GoTo 文にしなきゃいけないんですけど、ドクター、それとね、一番最後の方なんですけどね、これがね驚異のテープ最後はほっといてください。読み込みしますね。それでテープは一応回って止まるんですよ。それを今度リードオープンにして戻ってくる場合、テープが全然止まらないんですね。これは機械の欠陥ってことはないと思うんですよ。僕の手違いだと思うんですが、4000番台でクロス集計のこれはリードオープンの方ですね、読み込みの方。それで5000番台以降で書き込みの方をやったんですけども、そのライトオープンとかね、プリント T とかそういうのは合ってると思うんですよ。だから今の話聞いてると、どうやら5070番の GoTo40 っていう、これは書き込みの時に GoTo40 っていうの行きますと、またデータ入力の方に行っちゃうんですね。そうですね。これは書き込んだ場合はもうそれで終わりの方へ飛んでしまいます。これを GoTo エンドにしなきゃいけない。40ではなくてエンドというのと、それからホーループがこれでちゃんと20ループになってんのかな。ネクストはいらないっていうのなんかありましたけど、二次元配列の時はダメですか、そういう横着。いや横着もいいんですけどね、やっぱりこういう二次元になってきた場合に非常に間違いやすいんで、内側の法文ネキスト J と、それからそれが終わって外側の法文ネキスト K というふうにあれになった方がいいと思います。ネキストでも働くことは働くんですけれども、その辺がよく間違いやすいところですね。ちょっとだいぶあちこち直さないといけませんので、ここでパッとやってしまうようなあれですから、正しいプログラムっていうのをね、ちょっとここにお見せします。一応プログラムの流れから言いまして、あちらの流れ図にありますように、テープからデータを読むかというところがはまり込んでおりますね。これが35番36番37番の部分です。
読まないのであれば、従来のように40へ来ましてそのまま、外部からデータをインプットすることになるんですけども、読みますか読むところでイエスと答えますと、これは成立しないで GO2 4選やってまいりまして、リマーク文がありまして、それから、ファイルネームをあと聞きまして、でファイルネームに何かこう Z ダラに入れさしましてね、でこれはあらかじめ書いたものと同じものかどうかを聞いてるわけですね。でそれをオープンいたしまして、それから、データをどんどん、フォーループを使って配列の中にテープから読み込むと。読み込みが終わりますと、クローズでもってテープをクローズしまして GO200、ここのところはちょっとコツなんですけどね、小倉さんが Go サブでやってられたら元へ帰ってきまして、ちょっと問題あったんですけども、 GO200、100っていうのはクロス集計のとこですね、ですからこの部分ちょうど、外部からデータを入力する、キーボードから入力する部分はバイパスされたわけですね。テープから読む部分がスッと乗り換わっていくと、こういう考え方です。自動車で言えばバイパスですね。一方今度は修正するかっていうセリフがありました。元のプログラムでは修正がなければ全エンドとなってたんですけども、今度の場合その場合全2600へ引っ張ってまいりまして、2600以下は、テープを作るプログラムですね。W オープンに始まりまして、ライトオープンに始まりまして、そして、ずっとフォーループでもってこの配列にすでに作り上げられている、場合によったら修正も終わった新しいデータをどんどんテープに書いていきまして、書き終われば、クローズして、そしてリワインド巻き戻してエンドになると、こういうことです。テープ入れない場合にはもうここで全エンドでもって止まってますね。ですから結果的にはここの2600番からここまで、それからここからここまでが付け加えられた部分で、それを判断を聞くためにこの35、36、37、それから、ここで全エンドとなってたところを全2600に書き換えたと、これだけの修正を加えたわけです。で前のプログラムをそのまま生かしまして修正をしておりますためにね、若干こうデータ分の後に一塊のプログラムが来たり、ごちゃごちゃしてる部分もありますけれども、前のプログラムが分かっておればこれも、コツコツ検討していただければ分かるはずです。ところで、萩尾さんの方はどうなりましたか？写し終わりました。いや、できてますよ、ちゃんと。できました。できました、先生。早速それじゃあ一遍ランさせてください。データをテープから読みますか。あ、これは最初ですから。ないですから。ないですね。店舗名、これはもうね、適当に。修正がありますか。でこの時にあれば入れるんでしょうけど、この際ないとして。いよいよ問題のテープに入るかどうか。ファイルネームを入れて。これはじゃあそうですね。なんか9月の26、そんな名前にしておいてください。お、回り始めました。なってますね。ここからプリントピかな。そうです。さっきのはファイルを書いたんですね。ファイル名926っていうのを書きまして、二次元配列に。水野さんの場合はドクターのさっきの説明あんまり聞かないで、なんか一生懸命写してましたもんね。何？いいですよね、あなたの場合はね。これ終わり、これで一応書けました。テープ入りました。テープもちゃんと巻き戻してありますね。やっぱりちゃんと。いっぺんちょっとリスト見せてくださいますか。喜んで。これがいわゆるテープってわけでしょうね、データテープ。ちょっと止めて、はい。あれですね、もう変数なんかもぴったり一緒でいらっしゃって、先生と着替えますね。さっきここに書いたプログラムと同時わけか、すっかり同じですけれども、特別30丸花丸いうことにしまして、あんまり詮索はせんことにしましてですね、もう一回ランをいたしまして、で今度は外部からテープを読んでみようと。1、ファイルネームは26日にしましたね。そうするとちゃんとテープをくれと。どうぞ。よかったですね。さあ、これで入ってないというケースもまあ見られることですし、私の場合はこれでテープが全然止まらなかったのね。そう。永遠に回り続けておりました。30分待ちましたね、30分テープを。どっかで読み取るんじゃないか、どっかで入るんじゃないかって30分待ってしまいました。大体ここまででね、本当の926っていうものがあったっていうことを確認いたしまして、それからこのテープをずっと読みましてですね。この瞬間、お、さっきのクイズと全然違う。そんなことはない。
いやーしかし大したもんですね。ちょっと波マークこれわざわざまあ別に外すことなかったんですけどね、テープは保存してあったということで今日はまあすぐ入れましたけども、これは1週間先でも来月でもよろしいわけで、いつでももう1回読んでくることができる。この辺から本当の何かへの応用っていうことは開けていくんじゃないかと思います。はい、これからでしょ。これからですね。まあ本当勉強になりましたね。はい、今日やりましたね。クライマックスだって言いましたけど、クロス集計のプログラムなんていうのはあれはまあかなり難しいもんでしてね、そんなに簡単に作れるもんじゃないんです。何回もエラーを出しながら、苦労をしてようやく出来上がるという程度のもんですのでね、まあ、それができれば中級編卒業になるんですけれども、できなくともそのリストを見てですね、なんとか理解ができるというところまでいきますと、これはもう初級の卒業ということになります。ってことははっきり言うとまだ初級だということです。まあね、でもほら来週からまた新しいベーシックコード始まるから。まあ来週からは熟語中心といいますか、まあ別の表現取りますとですね、今までのがベーシック、文法入門編としますとね、今度の新シリーズでは、ベーシック会話入門編といったような角度でやっていきたいと思います。でこの番組をずっと見ていただいて落ちこぼれた方のためにもお役に立つように、それから改めてですね、これから初めてベーシックを勉強しようかという方にも、それからさらにこの番組は一通り分かったんだけども、なおもう一歩突っ込んで別の角度から勉強していきたいという方のためにも、まあ、全ての方にお役に立つようにということで頑張っていきたいと思いますので、一つ期待していただきたいと思います。まあパソコンやる人だったら誰がね見てもいいという番組ですけど、でも僕はねこの姿勢を崩さないでいきたいですね。エラーから学ぶベーシックね。そこから抜け出れないですよね。ですから僕のコーナーでね、エラーマンのワンポイントエラーっていうコーナーをぜひ担当したいと思ってるんですよ。これはいいわね。私はね、ほらやっぱり皆さんいろんな質問がおありでしょ。だからやっぱりそういう質問にこう答えるというよね、そういうコーナーを欲しいなと思いますね。宛先読んでドクターが答えるというね。まあ、皆さんもどうぞ来週から始まる新シリーズパソコンさんでどうぞお楽しみにしてください。パソコンサンデーは10月からベーシックの応用編。最初からベーシックを学びたい人にもパソコンが理解できます。テキストは楽しく学ぶプログラミング。ただいま発売中です。 New Life Now。 お父さん、お母さん、将来性を買ってください。シャープの MZ は上達に合わせてどんどん応用が利く独特のクリーンコンピュータ。いわば成長するパソコンです。将来性を買いました。シャープのパソコン MZ。 New Business Now。 複写機を独占サイズにしたシャープ。高速ファクシミリも独占サイズがいいと思います。シャープファクシミリ。独占サイズで受けてます。この番組は誠意と技術で世界に奉仕するシャープの提供でお送りしました。New Life Now。 Wash you down, doobie doo up. Wash you down, doobie doo up, doo up. Wash you down. レコードを置くだけで両面自動演奏。曲の頭出しまで思いのままだ。マイコンがコンポの操作をここまでシンプルにした。イージーって豊かだな。シャープオートディスク V4。